皆さんこんにちは、ガジログです。今回は HTC から出ましたデザイア22 Pro が発表されました。こちらのモデルのグローバル版に関しましては6月にすでに発表されていましたけども、ここ日本において国内版という形で少しローカライズされた形で発表されました。一体どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ということで HTC の日本公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。まずパッと見の印象としましては、このマークですね、お財布携帯がついに搭載されたっていうことがもしかしたら一番の目玉かもしれませんね。 HTC は本当ここ10年以上前でしょうかね、日本で au からいろんなスマートフォンが発表されていましたけど、ここ数年はずっとね音沙汰なかったなという感じなんですが、 HTC がね満を持して日本にもこのようなモデルを搭載してきました。そしてですね、お財布携帯のマーク、いわゆる Suica とかね、いろんな非接触のキャッシュレス機能がついているんですけども、これとともに縦型に配置されているリアカメラも特徴的なデザインになっています。こう言ってしまうと申し訳ない部分はあるんですが、ちょっとね古いデザインなのかなという感じもしますね。そしてここに大きくね HTC というロゴも入っています。ではコンセプトになります、この HTC デザイア22 Pro なんですけども、つながる先は未来ということになっています。これまでの世界と未来の世界をつなぐスマートフォンですと出ていますね。リアルとデジタル、そしてバーチャルが交わる新しい体験を楽しみましょう。革新的な VR グラス、バイブフローと連携させれば 3D コンテンツや360度動画も楽しめます。少し未来の遊び方や働き方をしてみたい、そんなあなたのためのスマートフォンですと出ていますね。なかなか私もやっていないのでわからないんですが、革新的な VR グラスのバイブフローっていうのがね何なのかっていうことは正直わからない部分があります。またここにもちょっと出ていますが、バイバースっていうね単語も出ていますが、これは HTC が運営しているメタバースサービスになっているようです。このスマートフォンは VR グラスと連携させることによってよりよくね楽しむことができますよというふうに謳っています。はい、ここにも出ていますが、メタバースにようこそと出ていますね。もう全面的にメタバースを売りにしている感じになっています。ここでもですね、大画面ならくっきりということで広々と見やすい 6.6 インチのディスプレイを搭載し、 1080×2412 の解像度で滑らかな 120Hz のリフレッシュレートで見られますよとありますね。もう全面的にメタバースを売りにしています。そしてパフォーマンスになりますね。パワフルで頼れる相棒デバイスとあります。チップセットはクアルコムのスナップドラゴン 695-5G が搭載されていますね。そしてメモリーとストレージに関しましては 8GB の RAM、 そしてストレージが 128GB になっています。バッテリー容量も出ています。 4520mAh のバッテリー、そして高速充電、ワイヤレス充電Qi に対応しているってことになっていますね。ここのあたりもすごいですね。そしてワイヤレスリバース充電にも対応ということで、なかなかねこの辺力入れてきましたね。そして持ち歩ける撮影スタジオとあります。抜粋してみますけども、6400万画素のまずメインカメラ、そして1300万画素のウルトラワイドカメラ、500万画素の深度センサー対応の背面カメラ、3200万画素のフロントカメラ。これ結構ね画素数としてはフロントカメラにしては大きいですよね。加えてですね、手ブレ補正も対応しています。これが電子手ブレ補正なのか光学手ブレ補正なのかは定かではありません。またここもね日本でいろんな技術を磨いたのかなという感じなんですが、防塵防水にも対応してますよと出ています。雨も埃もへっちゃらです。丈夫でありながらも滑らかなボディに高い強度のゴリラガラスを採用しています。また IP67 の防塵防水性能で日々安心してご利用いただけますと出ています。そしてざっくりとスペックの方も出ていますので確認していきたいと思います。まずディスプレイのサイズになりますが、 6.6 インチのディスプレイになっていて、画面の比率は20対9になっています。解像度が FHD プラスになっていますね。 1080×2412 ピクセルになっています。そしてリフレッシュレートは 120Hz に対応しています。例えば 60Hz と120を変えられるのか、もしくは自動で改変してくれるのか、そのあたりは少し分かりません。ボディサイズはこのようになっています。重量ですね、205.5g になっていますね。バッテリー容量からするとやや重めなのかなという感じはしますけど、大体相場ですね。そして OS は最初から Android 12が載っています。そしてチップセットはクアルコムのスナップドラゴン 695-5G ということで、暗突ベンチマークなんですが、おそらく40万点ぐらいじゃないかなという予測になります。そして RAM は 8GB、 そして ROM ストレージは 128GB になっていて、最後にカラーリングになりますが、まずチェリーブロッサムですね。
おそらくこちらのモデルになっていると思いますね。ゴールドにも似ています。そしてダークオークという名称ですね。そして最後にこのレッドの部分がサルサレッドになっていますね。落ち着いた感じのカラーリングになっていますので、ちょっと大人向けなのかなという感じですね。そして細かな仕様になっていますね。まだ触れていなかった部分で見ていきたいと思いますけども、一つはですね、まず拡張メモリーでマイクロ SD に対応しているということになっています。そしてその流れになりますが、このナノ SIM カードはですね、デュアルスタンバイ、デュアル LTE ということで DSDV に対応していますね。そして 4G LTE に対応していますが、ここの FDD のバンドを見てみますと、日本にローカライズされているバンドに対応しています。また 5G にも当然ながら対応していますね。N77、N78、N79 というふうにね、今後の大手キャリアがどんどん採用していく周波数帯にもしっかり対応しています。そして何といってもね、今回目玉の機能かもしれませんが、お財布携帯対応になっています。やっぱりこのお財布携帯ないと買わないっていう方もいらっしゃると思いますので、これは一つね、大きなファクターになってるんじゃないかなと思います。そしてもう一つね、先ほどもお伝えしましたけども、ワイヤレス充電に対応しています。これは Qiに対応していますので、日本で使えているQi充電ですね、そちらと互換性がありますよという情報が出ています。そしてリバースワイヤレス充電も出ていますので、おそらく本体の裏側にそのワイヤレス対応の何かしらスマートフォンやイヤホンとかね、乗っけると充電できるっていう仕様になってるんじゃないかなというふうに思われます。そして最後に気になる価格になりますけど、カラーリングはね、別としまして単体で価格が出ていますね。なんと64,900円っていう風に出ています。これちょっと個人的に思うのは高いのかなという気がしますね。少し前にナッシングフォンが出ましたけども、その価格とほぼね、同じような価格帯になっていますので、ガチンコで戦ったとしたらちょっと厳しいのかなという気はします。ただナッシングフォンの方はお財布携帯ついていませんでしたので、この辺でね、ちょっと軍配が上がるのかなっていう風にも思いますけど、どうなんでしょうね。ちょっと微妙な価格帯かなっていう風に個人的には思います。皆さんはどう思われるでしょうか。はい。というわけで今回 HTC Desire 22 Pro になりますね。新しいスマートフォンが発表されました。メタバースを主に軸に置いて売りになっていますね。そしてこのお財布携帯、この機能も大きな売りになっています。ただデザイン的にはちょっとね、一昔前のデザインなのかなというふうにちょっと思ってしまうので、なかなかこの HTC をよく知っている方じゃないと売れないのかなっていう感じもします。あとはお値段次第っていうところになると思いますね。これから HTC 頑張ってほしいなと思いますけども、日本にどんどんローカライズされて他のモデルも今後発表されることを期待します。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。